今日のテーマは、一切皆苦っていうのが今日のテーマでございます。どういう意味かと言いますと、人生は思い通りにならないことばかりで、どうしても苦しみを感じずに生きることはできないっていうのがこの一切皆苦。これも仏様の教えの、本当に基本中のキーになる部分でございますが、その代表的な苦しみが8種類ありますよと仏様はおっしゃってまして、これを四苦八苦、4文字ことわざでね、四苦八苦するって言いますけどね、その四苦八苦8種類あります。生老病死ってよく言いますけどね、この世に生まれる苦しみ、生きる苦しみでもありますけど、この世に生まれる苦しみと、年老いていく苦しみ、病気になる苦しみ、そして最後死んでいく苦しみというこの4つが代表的な、ものでございまして、あと4つございます。愛別離苦っていうのは大切な方と愛する方と別れなきゃいけないという苦しみ、そして温存得苦っていうのはその真反対で、あの人苦手やな、嫌やなっていう人と出会わなきゃいけない、一緒に仕事しなきゃいけないとか、同じ学校で机を並べなきゃいけないとかね、そういうことですね。で、愚苦徳苦っていうのは自分が欲しいものが手に入らない。イラストだだこねてますでしょ、うちの子みたいなもんです、あれが欲しいのに手が入らない歌もギリ言いましたからね。で、五運浄苦っていうのは我々人間の心や体から湧き出てくる欲望って言いますか、欲情と言いますかね、そんな聖人君子みたいにね、常になんか心が穏やかで何も欲しくありません、何もいりませんなんてもならないわけで、生きてりゃ普通にお腹も空きますしね、眠たくもなりますし、なんかおもろいことないかいなとか思ったりもしますし、そういう五運浄苦というのもあります。一覧にいたしますと、最初の4つが四苦で、残りの4つ全部合わせて八苦ですね。四苦八苦とこういう、並びになるわけですが、ここで問題になるのはですね、それぞれにこの苦しみという字がついてるから苦しいんですよね、我々ね。であればいっぺんこの苦しいっていう字を取ってしまえばいいんじゃないか、取ってみましょうと。取ってみますとですね、この世に生まれ年取って病気をして死ぬっていうことであったり、大切な人と別れたり嫌な人と出会ったり、欲しいものが手に入らない、自分の思い通りにならない、いろんな欲情が自分の心の中で湧いてくるなんてことは実は誰にだって起こることですし、避けられないことばかりで、これあってこその人生ということも逆に言えるわけですよね。もしこの出来事といいますかね、この人生のイベントそのものが苦しみだとするのならば、残念ながら私たちの人生からこの苦しみをなくす方法はありません。だってこれが人生なんだからってことになるわけですよね。でも安心してください、そんなことないんです。この出来事そのものが苦しみなのではなくて、これそのものが苦しいのではなくて、ここに苦しみという一文字を付け加えてしまうので苦しみになってしまうんだっていうことなんですよね。苦しんでるってことですね、自ら。ではこの苦しみを付け加えている犯人は一体誰なのか、誰やそんな余計なことしやがってっていうことなんですけどね。おそらく皆さんも大体想像つくと思いますけど、それは心で苦しいと感じている自分がいらん一文字をくっつけてしまっているわけですよね。つまり私たちの苦しみは全て
自分の心で生まれていると言いますか、自分の心の中で作り出しているということなんです。本当は苦しみたくないんだけれども自分で生み出しているという、この何て言うんですかね、ジレンマと言いますか、歯がゆいと言いますか、苦しみたくないのに苦しんでいるという自分がいているわけですね。そこが問題の根源と言いますかね、ポイントなんですね。ということは、自分の心こそがこの苦しみをなくす鍵ですし、作り出さない元も自分の心にあるということなんです。ですからあの人がいなくなれば、腹が立つあの人がいなくなれば苦しくなるんじゃなくなるんじゃないかとかね、この人と永遠に別れなければ離れる苦しみが生まれないんじゃないかじゃなくて、こういう事実はこれから先必ずあるんだけれども、それを苦しまないようにするためには自分の心をどうすればいいんだろうかという考え方です。そこで仏様はこういう苦しみがあるよという事実とともに、その苦しみをなくす方法もちゃんと教えてくださってるんですね。ではその具体的な手段方法とは何か。八正道っていう苦しみを生まない心を養う8種の道といいますかね、生き方がありますよ。この8つの道を正しく進んでいけば、心の中にそういう苦しみは生まれなくなりますよっていう教えなんですね。8つ、さっきと一緒です。正見っていうのは物事を正しく見ましょう。正思惟というのは物事を正しく考えましょう。正語っていうのは、正しい言葉遣いをいたしましょう。正号っていうのは正しい行いをいたしましょう。正明っていうのは、正しく自分の命を使う、要は自分の時間を正しく使う、毎日毎日ね、つまりきちんと仕事をしてきちんと生活を育みましょうっていうことですね。楽して得しようっていうんじゃダメだっていうことですね。正精進っていうのは正しい努力をいたしましょう。正念っていうのは正しい心がけ、正しい道を歩もうとする心がけ。そして正常っていうのは、正しい心の在り方、心を定めるってことですからね、自分の欲に振り回されない安定した心を培っていきましょうという、この8つの道、この8つを心がけて生きていくことができれば、苦しみというのは解決できますよということなんです。はい、もうちょっと身近に感じるために、この八正道を感じさせる宮沢賢治の有名な作品、もういつもこれですけどね、本当にだからよくできてるんです。この雨にも負けずという詩はね、雨にも負けず風にも負けず雪にも夏の暑さにも負けぬ丈夫な体を持ち、欲はなく決して怒らずいつも静かに笑っている。一日に玄米4合と味噌と少しの野菜を食べ、あらゆることを自分を感情に入れずによく見聞きし分かり、そして忘れず。野原の松の林の陰の小さなかやぶきの小屋にいて、東に病気の子供あれば行って看病してやり、西に疲れた母があれば行ってその稲の束を追い、南に死にそうな人あれば行って怖がらなくてもいいと言い、北に喧嘩や訴訟があればつまらないからやめろと言い、日照りの時は涙を流し、寒さの夏はおろおろ歩き、みんなにデクノボーと呼ばれ、褒められもせず苦にもされず、そういうものに私はなりたい。こういうこの文章の中に本当にこの八正道の考え方、生き方っていうのがすごく根付いてるなって本当に思います。で、この宮沢賢治の実際のこれ手帳の写真ですけどね、そういうものに私はなりたいと書いた後に、左側のページに自分でご本尊を書いておられる、手書きのまま。つまりこういうふうに私なりたいのでならしてくださいとご法然にお願いして、仏様にお願いしてるっていうことですよね。
本当に八正道であったり、この雨にも負けずのような生き方っていうのは実に高尚で、こう生きれたらいいなと思うんですけど、頭で分かっててもそう簡単にできることではないんですよね。ここが一つポイントで、私たちがご信心をさせていただく意味もここにあるわけでございます。お題目を唱えをして仏様のお力をいただいて、そういう生き方ができるように、そういう人間になっていけるように、そうやって自分の苦しみを解決できるようになりましょうということなんですね。以前イタリアのご信者さんの、体験談ですごく印象的だったのは、ご病気でね、ご怪我でしたかね、病気か怪我か何かがご縁で入信された方なんですけどね、入信をして変わったのは何かというと、入信をしてもご信心をするようになっても痛みはなくなりません。ただし苦しみがなくなりましたっていうことなんですね。それまではその痛みに耐え、不安に耐え、自分の命はこれがどうなるんだろうか、どういう人生を歩むことになるんだろうかと思えば苦しくて仕方がなかった。どうして自分はこんな身の上になったんだろうかと思えば思うほどやっぱりまた苦しいわけですよね。でもそれがなくなった。本当に目の前のなんていうんですかね、真っ暗闇なこのトンネルがですね、パーッとこう明るくなって、その苦しみがなくなって乗り越えられるようになったって、そういう体験談をですね以前聞いたことありますけどね。実にそういうところですね。事実は変わらない、目の前にある事実は変わらないけれども、苦しいのか苦しくないのかで随分これから先生きていく上で大きな違いが生まれてくると思いますね。お題目のご信心を通じて自分の心を養い育てて苦しみを解決していきましょう。解決できますよ。苦しまずに生きることは必ずできるってことを教えていただいているわけでございます。街道聖人のご教科拝見をいたしますと、三読の心の闇の苦しみを妙法なくば何に晴らさん、ご教科でございます。どういう意味かと言いますと、私たちの心の特徴は、三毒、三つの毒と言いまして、何かというと欲張りで怒りん坊で分からずやっていう特徴があるわけで、これ誰しもあるんですね。でそのせいで何かと苦しみが湧いてくる、自分の心の中で作り出してしまう、目の前にあるいろんな出来事を受け止めるためにもう苦しみのものがわーっとこう湧いてきてしまうわけですよね。で自分の力で何とかできるはずもなく、妙法お題目以外に解決の道はない。妙法なくば何に晴らさん。お題目じゃなかったら一体どうすればこの苦しみを処理できるだろうか、解決できるだろうか、ないですよねっていう街道聖人のご教科なんですよね。というわけで、一切皆苦を生きるということですが、四苦八苦は生きていく上で誰にでも起こりうる出来事ばかりならば、お題目のご信心を通じて心を養い苦しみを解決していくことが大切ですよ。最初にねご紹介した8つの苦しみといいますか、8つの出来事っていうのはこれから先必ず自分の身の上に起こることですし、自分でコントロールできることではないんですよね。ですからそれを苦しまずに済むためにはうまく付き合うしかない。それは自分の心をどう変えていくか、どうしていくかによってどう受け止められるか、そこが大きな違い目になってきますよってことですね。今日のご教科は教えてくださっております。というわけで、今日は一切皆苦がテーマでございました。ご指導にありがとうございます。ありがとうございます。